こんにちは。映画研究者の西修正です。このビデオでは、アンドレイ・タルコスキー監督の惑星ソラリスとストーカーについて、日本であまり知られていない放送の誕生から作品完成までの過程をお話します。この2つの作品に関して、私は今年、増補改訂版が刊行されたタルコフスキーとその時代にも書きましたが、ロシア本国では2010年代に入ってからも、これらの作品の創作過程に関する研究が続けられていて、増補改訂版にも載せられなかった事実もわかっています。今回はそれを中心にお話ししたいと思います。惑星ソラリスとストーカーの原作は、どちらも有名な SF 作家の長編小説です。前者はポーランド人スタニスワフ・レムのソラリス、後者はソ連のストロガツキー兄弟によるロボーのピクニックに基づいています。しかし、タルコスキー自身は SF というジャンルをむしろ嫌っていました。少なくとも彼自身が書き残した文章や、惑星ソラリスで美術を担当したミハイル・ロマージンの回想によればそうです。タルコスキーの他の作品と比べてみると、この2つの作品には、いわゆるジャンル映画の特徴が目立っているのがわかります。ジャンル映画とは、ジャンルの約束ごとに基づいて、一般観客向けの公開で利益を生むことを前提として制作された映画です。ジャンル映画は、そのジャンルを好む平均的な観客の好みを考慮して作られ、そのテーマや筋立てやスタイルはある程度まで確率的で、紋切り型が多いのが特徴です。SF 映画では、同時代の観客の目から見て極めて異常な状況が発生し、主人公たちが科学的あるいは疑似科学的な手段を用いて理性的にそれに対処し、最後には危機から脱するという筋立てが一般的です。ファンタジーやスパイ映画や冒険映画との違いは、異常な状況から脱する手段が科学的あるいは疑似科学的に説明されていることです。そして、対処すべき異常な状況自体も、普通は映画の冒頭または前半部分で説明されています。ソ連でも映画産業が黄金時代を迎えた1950年代末から80年代初めにかけて、数千万人規模の観客を動員したのはジャンル映画でした。コメディやメロドラマ、戦争映画、探偵もの、冒険映画は、この間常に人気のあるジャンルでしたが、1960年代には SF 映画でも大ヒット作がありました。1962年に公開され、6500万人を超えるソ連映画史上最高の観客動員を記録したアレクサンドル・ベリャエフ原作による両性人間がそれです。同年に公開されたタルコフスキーの僕の村は戦場だったは、タルコフスキーの作品としては珍しく観客動員数が多く、1600万人に達していますが、それでもソ連映画の歴代記録の上位700位にも入っていません。ジャンル映画はその性質上、作家の映画とは矛盾します。映画作家としての自覚が強い監督ほど、特定のジャンルの枠内で類似したテーマやプロットを同様なスタイルで反復することを嫌うからです。作家意識の強い監督がジャンル映画的な構想を思いつくとすれば、その作家が何か経済的な問題を抱えているか、ジャンルの紋切り型から外れて、独創的な表現をしたり、自分自身の理念が込められると判断した場合でしょう。タルコフスキーは日記の中で、1975年1月7日にこう書いています。ピクニックを作りたいという私の願望は、どこか惑星ソラリスを作る前の状態に似ている。今ではその理由がわかる。この感覚は、合法的に超越的なものに触れることができる可能性と関係があるのだ。しかしここでは、いわゆる実験映画ではなく、通常の伝統的な全身的に展開する映画が問題になっている。この日記の記述だけを読むと、タルコフスキーが最初から直感的に SF というジャンルを自分の創造的な目的のために選んでいたような印象を受けます。確かに彼がストルガツキー兄弟のロボーのピクニックに基づく映画、つまり最終的にストーカーと名付けられる映画を自分で監督したいという考えが生まれた1975年初めの時点では彼自身にもそう感じられたのでしょう。しかしレムのソラリスを映画化する構想が生まれた段階で彼がそこまで戦略的に思考していたかどうかは疑問です。レムの原作が初めてロシア語に翻訳され、一部は検閲で短縮されてソ連の雑誌に掲載されたのは、先に触れた両性人間が公開されたのと同じ1962年で、ロシアにおける最近の研究では、タルコフスキーは遅くとも63年の時点でそれを読んでいました。彼がそれを映画化する構想を初めて同僚に明かしたのは、その2年後の1965年、アンドレイ・ルブレフのロケ撮影期間中でした。両性人間の観客動員記録はこの年まで破られませんでした。一方、アンドレイ・ルブレフは一旦アンドレイの受難というタイトルで66年に編集が終わったものの、当局から何度も修正要求を受け、
タルコスキー自身も芸術的に不備がある部分を編集し直した結果、現在見ることのできるアンドレイ・ルブリョフとして完成されています。しかし公開は1971年12月まで待たねばならず、結局この映画は脚本執筆開始から公開までに9年かかったことになります。この間彼は万年助監督だった友人や地方劇団を辞めた主演俳優アナトリー・ソロニツィンに仕事を与えるため、おそらく自分自身の副業としての意味もあったのでしょう。オデッサ映画スタジオで制作された戦争アクション映画千に一つのチャンスの共同脚本に加わったりしています。惑星ソラリスの企画書はこの映画が作られたのと同じ1968年の10月にモスフィルムスタジオの編集部に提出され、翌11月には承認されています。企画書でタルコスキーはレムの原作のプロットが緊張感のある基地に富んだもので、意外な変転と行き詰まるような衝突に満ちているだけでなく、この小説は我々が宇宙への道を開いた現在、そこで起こりうる異常な存在との遭遇への準備を呼びかけているとも書いています。そして映画のラストでは、原作であまりに文学的に暗示されているだけの主人公たちの自分自身の愚かさに対する科学の領域での勝利、人間の理性の勝利が映画的に正確に描かれるだろうとも述べています。このようなレムの原作に対する評価や映画化に向けての抱負は、50年代末からアメリカとの宇宙開発競争に血道を上げていたソ連当局を意識したものでしょう。映画化を実現するためには、モスフィルムだけでなく映画賞にあたるゴスキノや、さらにそこに指令できるソ連共産党中央委員会の意向も考慮する必要があったからです。この企画書でタルコスキーは、主人公クリス・ケルベンとハリーとの関係に全てに打ち勝つ愛というテーマが鳴り響くだけでなく、未来や進歩や人間精神の美のための理性による決定的な戦いを前にして、人間は自らの中の愚かさに打ち勝ち浄化されるという思想が集約されているとも書いています。その上、彼は企画書の最後で映画の商業的な成功まで予想しています。タルコスキーが単純に提出した企画書には、当局向けのアピールだけでなく SF 映画のジャンル的特徴の考慮も読み取ることができます。異常な状況に直面した主人公が自らの理性を用いて科学の領域で勝利するのは古典的な SF 映画のパターンの一つだからです。そしてパターンを踏襲したジャンル映画はイデオロギー的に有害とみなされる要素を含まない限りにおいてソ連当局も歓迎しました。1950年代後半から映画産業振興のための一連の施策を行っていたからです。惑星ソラリスの脚本には当初、劇場公開版にはないジャンル映画的な要素も含まれていました。最近の研究で1969年7月30日にモスフィルムで脚本の第一項に関して脚本編集会議が開かれた際の議事録やその結果を踏まえた監督への編集長名義のコメントといった文書が明らかにされました。第一項では公園の木々に透明なフィルムがかぶさっていたり、ケルヴィンが地上204階に住んでいたりしたようです。さらに副次的な登場人物の数も多く、ケルヴィンがマリアという女性と再婚していたり、バートンがフェフィナの未亡人に会いに行くシーンや、ソラリス学の長い学術会議のシーンがあったりしました。そしてラストシーンの舞台はソラリスではなく地球でした。SF だけでなく、他のジャンル映画の要素も含まれていたようです。編集長名義のコメントには、いくつかのシーンを地球上でのものに変えたことなどの長所が挙げられている一方、作品の芸術的構成とは異質なSF 的な小道具の環境に由来するディテールを取り除く必要があると指摘されています。この指摘はもっともです。つまり作者よりもスタジオの脚本編集部門の方がより芸術的価値への関心を示したわけです。同69年10月に原作者レムがモスクワを訪れ、タルコスキーや撮影監督のユーソフ、編集員のラザレフと映画の内容について話し合いました。その結果、地球上のシーンは短縮し、マリアという人物を完全になくし、ソラリス学については会議シーンとは別の方法で表現し、ラストシーンの舞台をソラリスにすることで彼らは同意しました。同年末にスタジオの編集会議で検討された第3項では、これらの条件が満たされていました。この会議にはタルコスキー自身も出席し、我々はヒットする映画を作りたいと思っています。哲学的な側面はそれほど強調されないでしょう、と発言しています。この第3項に基づいて、翌70年7月から本格的な撮影準備が始まりましたが、ハリー役の女優がなかなか決まらず、撮影開始が遅れ、映画が完成したのは72年2月か3月でした。モスフィルムの編集員や芸術会議からは、撮影前にも
撮影済み素材の編集段階にも、地上のシーンや学術会議のシーンを短縮するなど、全体に構成をすっきりさせ、上映時間を短くするよう助言があり、タルコスキーもそれを受け入れています。最初の編集では3時間15分もあったようですが、公開された最終版は2時間45分です。以上のような経緯を見ると、タルコスキーは企画書や脚本の第一項が書かれた段階では、レムの原作小説にあるような科学的認識の限界に関する哲学的な考察よりも、SF というジャンルの商業的なポテンシャルと、レムの小説のプロットを借りて自分が映画的に表現できる理念やイメージの方に関心が向かっていたことがわかります。自分が監督する映画の商業的な成功は、ソ連最大のスタジオに所属しながら監督としてまともに仕事ができなかった彼にとって生活に関わる切実な問題でした。ソ連では映画が国営事業だったとはいえ、当時は国民が平均して年10回以上映画を見ていたので、当局も劇映画の公開による収益は無視しませんでした。大衆に人気のあるジャンル映画のプリント数は1000を超えることもある一方で、国際的に評価されていても長期間仕事のない監督は生活費が足りずに知人に借金をすることもあったのです。先に触れましたが、タルコスキーは当時他のスタジオで制作された戦争アクション映画の共同脚本に名を連ねています。後年にも彼は共同脚本や芸術上の指導者として自分が監督しない作品にスタッフの一人として名を連ねることが少なからずありました。日記の記述からもわかりますが、それは彼にとって同僚や友人への協力を意味しただけでなく、経済面でも重要な意味を持っていた可能性が高いのです。惑星ソラリスの観客動員数は長編デビュー作「僕の村は戦場だった」を除けば、タルコスキーのソ連時代の映画の中で唯一1000万人を超えています。タルコスキーとその時代でも書きましたが、その意味では彼の目論見は当たったわけです。経済的な問題はソ連時代も亡命した後もタルコフスキーについて回りました。鏡を完成させた翌75年、この映画の監督報酬からフィルム超過分の費用を差し引かれたタルコフスキーには、それまでかさみ続けていた借金を返せる見通しもありませんでした。ストーカーで助監督を務めたエフゲニ・ツィンバルによれば、市電の切符代さえ払えない時があったそうです。1980年代後半のバブル時代にある日本の有名な批評家が揶揄したように、彼が芸術のことだけ考えていられる羨ましい立場にいたというのは全く事実に反しています。彼は自分の創作とは遠いジャンルで副業をしてでも家族のために生活費を稼ごうとしました。映画のプロとしてそうした仕事をこなしながら、そしてゴスキノとの神経戦に耐えながら、自分の作品としては極めて芸術的完成度の高い後続する現代の映画作家たちに大きな影響を与えた傑作しか残さなかったということ、それが彼の天才性の証明なのです。企画の通しやすさと仕事の保証への期待から SF 的構想が生まれ、紆余曲折の末に傑作の誕生につながったという点では、ストーカーも惑星ソラリスの場合と同じでした。1973年に原作の映画化を思いついた段階では、ソラリスの場合よりもさらに生活のための仕事という側面が明らかだったとさえ言えます。誰か他の人に監督させ、自分は芸術的指導者として参加するつもりだったからです。その数年後、ドストエフスキー原作の白地のように、自分の芸術的課題にふさわしい企画が通らないことが判明したとき、タルコスキーは自分に仕事をさせてくれないゴスキノの怠慢について党中央委員会に直訴しました。その結果、やっと動いたゴスキノが制作を許可した企画がストーカーだったのです。その詳細についてはタルコスキーとその時代に詳しく書きましたので繰り返しません。ご興味のある方は Amazon オンデマンドで発売中の増補改訂版タルコスキーとその時代をぜひお読みください。それでは良いお年を。